皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国軍の不正が横行している件について取り上げようと思います。中国では様々な不正が昔からありました。腐敗や汚職といった問題は建国以来続いている一つの伝統芸でもあります。ただし、それが外部に漏れてくるかどうかはまた別の話で、今回は中国軍内部の不正について欧米メディアがこの情報をキャッチし発信しています。非常にわかりやすい問題として、本来であれば燃料を入れなければならないミサイルに水を代わりに詰めていたなんていう話が出ているのです。今回の動画ではそうしたニュース、文面のそのまま受け止めるのではなく、その中身について少々疑うべき点があることについて解説していきましょう。もちろん中国に不正腐敗があることは前提としている話です。それではニュースをご紹介します。習近平氏による中国軍粛清、背景にミサイル欠陥、アメリカ情報機関が分析。中国の習近平国家主席による徹底的な軍粛清の背景には、腐敗の広がりが習指導部による軍近代化の取り組みを損ない、戦争する能力に疑問が生じたことがあったと、アメリカ情報機関の分析が示した。この分析について、詳しい複数の関係者が明らかにした。これら関係者が、匿名を条件に語ったところによれば、人民解放軍ロケット軍内部及び国防産業全体の腐敗は非常に広範囲に及んでおり、習主席が向こう数年間に大規模な軍事行動を検討する可能性は、そうした問題がなかった場合と比較すると低いとアメリカ当局者は考えている。アメリカの情報は汚職の影響の例をいくつか挙げている。燃料ではなく水を詰めたミサイルや効果的な発射を可能とするようには蓋が機能しない中国西部のミサイル倉庫などだ。アメリカは人民解放軍、特にロケット軍内部の腐敗がその能力全体に対する信頼を失墜させ、習主席が掲げる近代化の最優先課題の一部を後退させたと分析している。過去6ヶ月間の腐敗捜査では、軍高官十数人が対象となり、軍への取り締まりとしては、現代中国において史上最大と見られている。合わせて押さえておくべきニュース、こちらもご紹介します。中国全人代、元ロケット軍司令官ら9人を解任。理由示されず。中国全人代常務委員会は中国軍司令官だった高官ら9人の代表職を解いた。突然の解任で理由は示されていない。最近の一連の更迭に続くもので、軍上層部の粛清の動きは広がりを見せている。こうした混乱が中国軍の円滑な運営にどう影響するのか疑問が生じている。9人中5人は人民解放軍ロケット軍の出身で、司令官を務めた李氏も含まれる。同氏は汚職疑惑で取り調べの対象と報じられていた。今回9人が職を解かれたわけですが、そのうち5人は人民解放軍のロケット軍出身で、2人は装備開発部門出身。合わせて国営ミサイル製造会社3社のトップについても更迭されています。腐敗、不正、汚職、これらの言葉が中国人民解放軍とこれらの兵器を製造する国営会社にも汚職が蔓延していることを示しています。今回のニュースいろんなところで取り上げる人がいるのですが、この中でも腐敗の一例として、本来であれば燃料が入っていなければならないミサイルに代わりに水が詰められているよというようなところを特に取り上げる方が多いように思います。しかし、この話というのはもうちょっと深く考えるべきでしょう。なぜならば、現在中国軍は装備の更新を進めており、かつては液体燃料だったものも、どんどんと固体燃料の方式へと切り替えられています。つまり、新しく製造されるものは液体燃料方式ではなく固体燃料方式のミサイルの方が圧倒的に多いのです。じゃあこのニュースの中でなんで液体燃料のところに水を入れたという話になっているかといえば、これは日本語で言うところの水増しという表現が用いられる部分です。水増しと聞けば日本人は別に水をどんどんと継ぎ出しているというふうには考えないでしょう。例えば何かの情報を改ざんした時に水増ししているという表現を行えば、それは実際に水を入れているのではなく、数値を情報修正させるような水ではなく情報をいじることを意味します。今回の一件についてもおそらくはそうした実際に液体燃料に水を切り替えていた話ではなく、ミサイルの性能やミサイルの数を国営会社と軍内部における癒着によって
水増し請求や架空請求といったものが横行していたことを示しているものとみられます。このような腐敗や汚職問題といったものは、同じ共産圏であればソ連でよく行われていた話です。帳簿の中では凄まじい数の兵器があるはずなんだけれども、実際に倉庫に行ってみたら現物は全くないといったことがよくある話として出てきます。今回の一件についてもおそらくそちらの方が確率としては高いでしょう。先ほども述べたように中国軍は液体燃料方式のミサイルではなく固体燃料方式のミサイルへと順次更新を進めているからです。ではなぜ液体燃料方式から固体燃料方式に変えているかといえば、それは燃料の劣化が明らかに固体燃料方式の方が緩やかで長期保存に向いているからです。例えば液体燃料方式の場合、ミサイルが大きければ大きいほど燃料を積むのに時間がかかります。大陸間弾道ミサイルの場合であれば30分程度かかるかもしれません。先制攻撃でミサイルを使うのであれば燃料を注入するのに時間がかかったとしてもまあ気にはしないでしょう。しかし、大陸間弾道ミサイルの性質上として、もしも敵が撃ってきたら速やかに対応しなければならない、そういった性質のものですから、液体燃料ではなく固体燃料ですぐにでも使えるようにしておく必要があります。もしも敵国が中国に向けてミサイルを撃ってきたぞ、なんていうことが警戒情報として出てきたときに、じゃあこれから液体燃料を注入するんで30分かかりますよなんて言っている間に地球の反対側からでも大陸間弾道ミサイルは着弾してしまいます。そのようなことがないようにするためにも液体燃料方式から固体燃料方式へと切り替えられているのです。ですから今回の一件で燃料を入れるところに水が入っていたという話は性能そのものをごまかしていたか数そのものをごまかしているどちらかの水増しを意味していると考えるべきでしょう。ちなみに性能についての水増しなのですがこちらもやはり嘘大げさといったものはよく共産圏ではあることです。例えば実際に戦争が起こった時じゃないとそうした嘘については証明されません。ロシア軍がこれは西側よりもはるかに優れた防空兵器だとして宣伝していた S400 などはまさに古代広告の塊で実際には防空兵器にもかかわらず巡航ミサイルにやられるといったことが何度となく報告されています。鉄壁の守りを実現しているかのように宣伝されていたものが実際にはそうではなかったわけです。そして気をつけなければならないのが習近平体制下においてこうした軍の摘発が行われるというのは決して良い兆候として捉えるべきではありません。なぜならばこれまでも中国建国以来中国の高官は行政であろうと軍であろうとどちらにしても今だから腐敗が起こっているわけではありません。いわば伝統的に行われているものでありそれが現在積極的に摘発が行われているというのは習近平国家体制下において軍を使わなければならないと想定しておりそのために腐敗というものを一掃する必要性が増しているそのように考えるべきです。平和の時であれば例えば軍をつついて政府側に反発が出てきたらまずいなと思うのであれば少々の摘発で済ませるでしょう。しかし積極的にその内部の正常化を図るということは実際に軍として機能させることを目指さなければならないそういった至上命題としての軍の掌握と実際に使える軍隊としての内部の一掃といったものを図っている可能性があるのです。また中国のロケット軍なぜ非常に重要かといえば台湾有事におけるまず先制攻撃そして継続的な攻撃方法として遠距離攻撃のミサイルロケット軍というものは非常に重要視されています。そもそも日本の中でちょっと間違った話として台湾に上陸する能力がないから台湾攻撃は行わないという人がいますが別に上陸はしなくても台湾を苦しめる攻撃方法としてロケットで攻撃し続けるだけでも台湾には凄まじい打撃が与えられることとなります。これは台湾の周囲の海を考えればわかるのですが中国がもしも周辺海域を封鎖しそして台湾に対してミサイル攻撃を繰り返せば何が起こるかといえば台湾経済はそれだけで崩壊の危機に瀕します。台湾の半導体業界が大きな売上世界シェアを持っているのもあくまでも安全で自由な貿易圏とつながっているからでありこれを妨害し原材料が入ってくるのをストップさせたり輸出品が出ていくのも危険な状態となればそれだけで台湾経済のその柱がへし折られてしまいます。戦いが長期化しても良いと考えるのであれば何もすぐさまに占領することを目指さずともまずは軍を支える経済力そのものを破壊するといったことも長期的に見れば十
十分にあり得る戦略なのです。とこのように私のようなちょっと危険かもしれない兆候として考えるのではなく、単純に中国軍へっぽこだなとか、中国では不平不満を持っている人たちが多いから、きっと汚職腐敗もこれからもどんどんと進んでいくんだろうし、それらを全部取り締まることなんてできないよなと侮っていく、そちら方向でもあながち間違いではないかもしれません。ただ、そのようにして決めつけている場合において、もしも私の懸念しているような実際に軍を使うために粛清を図っているのであれば、楽観視していた場合とはちょっと違う未来に到達してしまうことは覚悟しておくべきでしょう。少なくとも国連常任理事国が侵略して他国の領土を併合宣言したとしても、それでもなお止められないという現実がロシアによるウクライナ侵略として現在進行形で続いているのです。中国が同じようなことをしないと一体誰に断言できるでしょうか。そのような点について頭の片隅に置いておくべきでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして合わせて X でのアカウントもフォローしてくれると嬉しいです。動画にしている話というのはちょっと少ないのですが、それ以外の一言コメント的なニュースの取り上げ方は X での方が圧倒的に多いです。YouTube チャンネルのアカウント登録者数は15万人。これに比べると X での登録者数はまだまだ6000人程度ですから、もう少し X でのフォローしてくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。